皆さんこんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。店長のうさぎです。今日も美味しいコーヒーを飲みながら一緒に楽しく日本語を勉強しましょう。皆さんこんにちは。常連客の拓也です。うさぎ店長、今日は日本語を学習する皆さんがよく悩む日本語の文法がテーマなんですよね。はい、そうなんです。助詞のわとがの違いがどうしてもわかりません。難しい文法の言葉を使わずに教えてくださいというリクエストです。これはみんな一番最初に悩むポイントですよね。教科書を読むと難しい漢字の言葉がたくさん書いてあって余計にわからなくなってしまいます。そうですよね。ですから今日は難しい言葉は一つも使いません。その代わりにジェスチャーやどんな時に使うかというイメージで和とがの違いを説明しますよ。おお、ジェスチャーですか？ポッドキャストを聞いている皆さんもぜひ手や体を動かしながら聞いてくださいね。では、うさぎ店長、よろしくお願いします。はい、まず一つ目です。皆さんに覚えてほしいイメージはこれです。は説明するのサイン。がはこれです。私ですという指差しのサインです。和は説明、がは指差しですね。では一番よく使う私という言葉で2つの文を比べてみましょう。1、私は田中です。2、私が田中です。この2つはどんな時に使いますか1の私は田中ですは、初めて会った人に挨拶をするときによく使いますね。はじめまして、私は田中ですのように。大正解です。この時皆さんはどんなジェスチャーをしますか？きっと両手を自分の胸の前に優しく置いて笑顔で話しますよね。はい、そうですね。とてもリラックスした雰囲気です。この和は英語の about me のようなイメージがあります。今から私について説明しますよ。私の名前は田中ですよと相手に優しく伝えるための和なんです。なるほど。和はリラックスして説明をスタートする合図なんですね。では2の私が田中ですはどうでしょうか？挨拶の時にはじめまして私が田中ですと言うとちょっと不自然ですよね。そうなんです。少し変な感じがしますね。ではここでミニドラマをやってみましょう。拓也さん、荷物を届ける郵便局の人をお願いできますか？私はオフィスで働いている人になります。わかりました。やってみます。すみません。荷物のお届けです。ここに田中さんという人はいますか？私が田中です。あ、今うさぎ店長は元気にはいと手を挙げましたね。はい、手を挙げて自分をアピールしました。郵便局の人は田中さんという名前は知っていますが、オフィスにいるたくさんの人の中でどの人が田中さんなのかがわかりませんよね。はい、誰が田中さんなのか探していました。だから他の人じゃありません。この私ですと自分を強く指さして教える必要があります。このこれです、私ですと指さすパワーがなんです。これはすごくイメージしやすいです。私は田中ですは、両手を優しく胸に当てて、今から私について話しますねというジェスチャー。私が田中ですは、はい、私ですと元気に手を挙げて自分を指さすジェスチャーですね。その通りです。言葉で説明するよりもこの体の動きと一緒に覚えると会話の時に自然に口から出てくるようになりますよ。他の言葉でもこのがの指差しパワーを使ってみていいですか？もちろんです。では目の前にとても美味しそうなケーキが一つあります。みんなで誰が食べますかと話しています。拓也さんはどうしてもそのケーキが食べたいです。さあ、何と言いますか？もちろん元気に手を挙げて言いますよ。私が食べます。素晴らしいです。その時は絶対に私はとは言わないですよね。他の誰でもなくこの私が食べますという強いアピールですからね。ここで今日の学習のヒントです。誰、何、どこのようにわからないことを質問する言葉にはいつも絶対にがをセットにして使ってください。誰は食べますかとは言いません。
誰が食べますかと聞きます。そして答えるときも必ずがを使って私が食べますと答えます。質問するときも答えるときもがで一つのセットだと覚えておくと会話がとてもスムーズになりますよ。誰が、何が、どこがですね。いつもがと手をつないでいるイメージですね。これもすごく便利なルールです。そうですね。例えば、レストランでメニューを見ているときに、このお店の中でどれが一番美味しいですかと店員さんに聞きます。すると、店員さんはメニューの写真を指さしながら、このハンバーグが一番美味しいですよと答えてくれます。ああ、店員さんもメニューを指さしていますね。やっぱり「が」は指差しのサインなんですね。はい、その通りです。どうですか？難しい言葉を使わなくても、和とがの違いが少し見えてきませんか？はい、とてもクリアになりました。リスナーの皆さんも明日から日本語を話すときはぜひジェスチャーをしてみてください。リラックスして説明するときは「わ」、元気に手を挙げて「これ」と指さすときは「が」。これなら間違えずに話せそうです。間違えても全然大丈夫ですから、ドラマやアニメを見るときも、今手を挙げるイメージで「が」と言ったなと少しだけ気にしてみてくださいね。少しずつ慣れていきましょう。次は2つ目の使い方ですね。まず皆さんに想像してほしいのは2つのアイテムです。1つ目はカメラ、2つ目は辞書です。カメラと辞書ですか？なんだか面白そうですね。はい、実は「が」はカメラの助詞、「わ」は辞書の助詞なんです。どういうことか順番に説明していきますね。お願いします。まず「が」のイメージからです。拓也さん、自分がテレビのニュースのレポーターになったと想像してください。手にビデオカメラを持っています。はい、持ちました。私はレポーターです。今、カフェの窓の外を見ました。すると急に空から雨が降ってきました。拓也レポーター、テレビを見ている人に今起きていることを伝えてください。皆さん、雨が降っています。大正解です。今、拓也さんは雨は降っていますとは言いませんでしたね。どうしてですか？どうしてでしょう。頭で考えるよりも先に目の前で起きていることを見てびっくりしてそのまま声に出した感じです。そう、それです。目の前で動いているもの、急に起きたこと、パッと目に入ったこと、それをカメラでパシャッと写真を撮るように見たままそのまま声に出して伝えるとき、この時日本語では絶対に「が」を使います。なるほど。目で見たものをそのままパシャッと切り取る「が」ですね。だからカメラの「が」なんですね。ええ、他の例文も出してみましょう。ずっと探していた大切な鍵がソファーの下から見つかった時、拓也さん何と言いますか？鍵があったと言いますね。そうです。それも鍵があったという目の前の事実をカメラでパシャッと撮ってそのまま声に出したからです。他にも待ち合わせの場所で遠くから友達のケンジさんが歩いてくるのを見つけた時、ケンジさんが来ましたよと言いますよね。これもケンジさんが歩いてくるという映像をそのまま伝えているから「が」になります。すごくよくわかります。あっと声が出るような今の出来事には「が」を使うんですね。ではもう一つのアイテム、辞書についてお話しします。これは和のイメージです。辞書の和ですね。はい、さっきのカメラは目の前のことを一瞬で伝えるアイテムでした。でも辞書は違います。辞書は本を開いてゆっくり読んで、それがどんなものなのか説明するためのアイテムですよね。そうですね。辞書には言葉の意味やずっと変わらない本当のことが書いてあります。その通りです。カメラの「が」とは反対に、これはこういう性質のものですとゆっくり説明したり、みんなが知っている事実を話したりするときは和を使います。例文をお願いできますか？例えば地球です。地球は丸いです。これは今たまたま目の前で丸くなったわけじゃありませんよね。ずっと変わらない事実です。辞書や教科書に書いてあるような事実には和を使います。なるほど。
犬は動物です。日本の夏は暑いです。これらも全部辞書で書いてあるような変わらない事実だから、犬が動物ですではなく、犬は動物ですになるんですね。その通りです。カメラのようにパシャッと撮るのではなく、頭の中でゆっくり考えて、というものはこういうものですよと説明する。これが辞書の和です。カメラのがと辞書の和、この2つのイメージを持っているとすごくわかりやすいです。では同じ言葉を使ってカメラと辞書を使い分けてみましょう。星という言葉を使います。拓也さん、夜道を歩いていると想像してください。はい、夜です。ふと空を見上げたら綺麗な星がたくさん見えました。拓也レポーター、カメラのスイッチを入れてください。あ、皆さん見てください。綺麗な星が出ていますよ。素晴らしい。今目の前にある景色をカメラでパシャッと撮ってそのまま伝えましたから「が」ですね。では家に帰ってきて温かいお茶を飲みながらさっき見た星についてゆっくり考えてください。星ってこういうものだなぁと。星は本当に綺麗ですね。星はロマンチックですね。完璧です。今拓也さんはカメラを置いて頭の中で星についてゆっくり考えて自分の気持ちや星の性質を説明しました。だから和を使ったんです。おー、同じ星という言葉なのにシチュエーションで助詞が変わる理由がはっきり分かりました。今見つけたというライブ放送の時は星が出ています。ゆっくり考えて説明する時は星は綺麗です。こういうことですね。はい、その通りです。皆さんも会話の時に少し迷ったら頭の中で今はカメラかな、それとも辞書かなと想像してみてください。あっと驚いた時はだいたいカメラのがですね。そうですね。そして落ち着いて何々について説明するとねという時は辞書の和です。かなり整理できてきました。あと一つ使い方がありますよね。はい。最後に皆さんに覚えてほしいのはイエスとノーの和、つまり比べる和です。イエスとノーの和ですか。また面白そうなイメージですね。これはどんな時に使うんですか？はい、これは2つのものを並べてこっちはイエスだけどあっちはノーだよと比較するときに使う特別な和なんです。なるほど。拓也さん、食べ物の好き嫌いについて話すと想像してください。拓也さんはお肉が大好きです。でも魚はあまり好きじゃありません。はい、想像しました。お肉は好きのイエス、魚は嫌いのノーですね。このイエスとノーを相手に伝えるとき、日本語ではこう言います。肉は好きですが魚は好きじゃありません。なるほど。肉は、魚はと和を2回使いましたね。そうなんです。いつもなら肉が好きですと言いますよね。でも肉と魚という2つのものを比べてこっちはイエス、こっちはノーとはっきり言いたいときは両方に和をつけるんです。これを比べる和と言います。肉が好きですが魚が好きじゃありませんというとちょっと変な感じがしますね。とても不自然です。天秤という重さを測る道具がありますよね。右と左にお肉と魚を乗せてお肉はイエス、でもお魚はノーとバランスをとっているようなイメージです。おー、天秤のイメージすごくわかりやすいです。他の例文も作ってみていいですか？例えば、私は英語を話すことができます。でも、フランス語は話せません。この場合も和を使いますか？はい、作ってみてください。英語は話せますが、フランス語は話せません。完璧です。英語はイエス、フランス語はノー。この2つをきれいに比べていますね。イエスとノーの和、すごく便利ですね。2つを比べるから和を2回使う、シンプルでわかりやすいです。実は拓也さん、この比べる和にはもう一つとても重要な使い方があるんです。日本人はこの使い方が大好きなんですよ。日本人が大好きな使い方ですか？何ですか？それはノーの方を隠して言わないという使い方です。隠してしまうんですか？それじゃ比べられないじゃないですか。言葉には出さないけれど秘密のメッセージとして相手に伝えるんです。
例えば、拓也さんが風邪をひいて何日か会社を休んでいました。久しぶりに会社に来た拓也さんに、私が体調はどうですかと聞きます。私は今日は元気ですと答えます。そうです。今、拓也さんは今日はと言いましたね。このはにはどんな秘密のメッセージが隠れていると思いますか？わかったかもしれません。今日はということで、言葉にはしていないけれど、昨日までは元気じゃなかったというメッセージが隠れていますね。大正解です。もしずっと毎日元気だったら、今日も元気ですと言いますよね。でも、あえて今日はということで、他とは違うよ、昨日はノーだったけど今日はイエスだよという隠れたノーを匂わせているんです。おー、日本人は言葉の裏にメッセージを隠すのが好きですね。はというたった一文字にそんな深い意味があったなんて驚きです。そうなんです。だからこの和を使うときは少し気をつけないといけない怖いシチュエーションもありますよ。怖いシチュエーションですか？何でしょ奥さんが作ってくれた晩ご飯を食べていると想像してください。拓也さんは奥さんを褒めようと思って笑顔でこう言いました。今日の料理は美味しいね。奥さんを褒める言葉ですね。これが怖いんですか？拓也さんは褒めたつもりでも奥さんは怒ってしまうかもしれません。どうしてだと思いますか？わかった。今日の料理はと言ってしまうと、隠れたメッセージとして、じゃあ昨日までの料理は美味しくなかったのという意味になってしまうからですね。その通りです。拓也さんは今日はイエスと言っただけなのに、奥さんは隠れている昨日までのというメッセージを受け取ってしまうんです。うわー、これは危ないですね。じゃあこういう時は何と言えばいいんですか？その場合は、今日の料理も美味しいね。いや、わあ、これすごく美味しいね。とストレートに褒めるのが一番です。なるほど。皆さん、家族や恋人にご飯を作ってもらった時は、今日の料理、うわと言わないように気をつけてくださいね。本当にそうですね。和はとても便利な言葉ですが、他と比べるイエスとノーのパワーを持っていることを覚えておいてくださいね。今日は元気ですということで、他は違うよという秘密のメッセージを相手に伝えることができるんですね。はい、完璧なまとめです。リスナーの皆さんも誰かが何々はと言った時に、今何かと比べているなとか、隠れたメッセージがあるかなと想像して聞いてみると、日本語の会話がもっともっと楽しくなりますよ。コミュニケーションが深くなりそうですね。さて、これでジェスチャーの和とが、カメラと辞書、比べる和と3つの便利なイメージが揃いました。皆さん少しずつでいいので楽しく日本語を使ってくださいね。それでは、うさぎちゃんの日本語カフェ、今日はこの辺で。また次回美味しいコーヒーをご用意してお待ちしています。皆さん、最後まで聞いてくださってありがとうございました。さようなら。